私の Twitter や Instagram を見てくださっていた方はご存知だと思うんですけれども、12月10日あたりですね、本当にお騒がせして大変申し訳ございませんでした。ご存じない方に簡潔にご説明すると、私のこのチャンネル、大きく言うとGoogle アカウントが乗っ取られました。終わりです。終わりです。はい、これ終わりです。はい、えぐいですね。えぐいです。これは事件です。ということでですね、今日はですね、ちょっと緊急で回しております。詳しく経緯を話すのと、あとは今後についてですね、このチャンネルの今後についてなどお話ししていきたいと思います。まず前半は事の経緯です。はい、事件が起こったね後日にすぐ時系列で書き出しました。自分の感情も込めてね。ちょっと待ってください。ということで、今週は本当はイノーディブルビスパリングの動画を出す予定だったんですけれども、緊急でこの動画に変更しております。はい、で、私のアカウントはですね、12月4日にハッキングされました。ベラルーシから。ベラルーシってどこやねんほんま。はい。で、12月4日にベラルーシにハッキングされてから、なんかロシアとかスペインからあらゆる情報を書き換えられておりました。で、それに気づいたのが12月10日ですね。で、12月10日の17時から18時夕方に気づいて、そこから私の戦いが始まりました。はい、で、なんか Google アカウントログインできない時のとか無効化された時の復元方法みたいなのが Google のサポートに載ってるんですよね。いろんな認証方法を試すなり、再設定用のメアドからもう一回やるとか、いろいろバーって書かれてるんですけど、本当に全部試したんですけどダメだったんです。これなぜかと言いますと、このハッキングされてから1分以内に2段階認証のアプリとかパスワードとか携帯電話とか再設定用のメールアドレスとかすべて書き換えられたから、復元方法すべてもう全部ダメになっちゃったんです。はい。で、これGoogle ってもうあまりにも規模がでかいからだとは思うんですけど、もう一般人からのこういう直接の問い合わせ、メールでとか電話で直接 Google の人に問い合わせる窓口っていうのがないんですよ。で、YouTube はクリエイター
サポートチームみたいなのがいて、直接問い合わせはできるんですけど、そもそも自分の YouTube チャンネルにログインできないから直接問い合わせができなかったんですね。でも困ったと思って、どうしたかと言いますと、 Google One っていう、これわかりますかね。なんか有料のストレージの容量を上げる有料のサービスで、それの特典として直接のサポートが受けられたりするものがあるんですね。急遽その日に Google One を契約して Google 社に直接電話してみました。でももうね、 Google One にかけたら復権を全部試した上でダメでしたら、申し訳ございませんが何もできません、申し訳ございません、何もできません、申し訳ございません、何もできませんの一点張りなの。もう Google 側は警察とか司法機関とかから要請がない限りはこれ以上は動けませんみたいなこと言ってきたの。警察が動いてくれるわけないじゃんとか思っちゃって、でもそこで絶望です。はい、終わったと思いました。はい、警察復権方法を全て試してダメ、警察もダメ、警察に行くしかないって言われて、私終わったって思ったんですよ。それがだいたい 2,3 時間くらい経った後ですね。夕方から2、3時間経ったくらいの、20時とか21時に完全に自分が終わったことを感じました。でもテンパりまくってというか、もう絶望の淵、パニック状態で、知り合いの方とか家族に終わったみたいな、もう半分もうどのように連絡したかも覚えてないんですけど、テンパって知り合いに連絡して、でいろいろと大丈夫、諦めたらダメみたいな感じで励ましてもらいながら、いろいろと解決策を探していきました。でそこで教えてもらったのが、とりあえずは X の公式アカウントのチーム YouTube にメンションして助けを求めると直接対応してもらえることがあるって聞いたので、とりあえず22時くらいかなに X の方で声明を出しました。で、もうやれることは全部やっとこうと思って、なんだろうな、メアドが流出しているから、それに連携したサービスとかもう、万が一の時のためにメアドも全部変えたりで、メアドが変えられないサービスは問い合わせしたりして、とにかくできることはやりました。18時から日付が変わる22時くらいまでですね。もうとにかく全部できる方法をやって、ちょっと危険かも、他のそのメアドに紐づいたサービスのメアドを全部変えたりしていきました。で、その間は自暴自棄、パニック、何もできない、人に終わった後連絡するっていう。はい、そうですね。でもう本当にどうしようもなかったから、しかも Google にね言われちゃったから、警察とか司法機関じゃなきゃダメみたいな感じで言われちゃったから、もう弁護士に頼むしかないのかなって思って、でネット上にある弁護士に24時間相談可能みたいなサービスに加入して、あれ多分初日は数百円なんだけど、3日後からは5、6千円くらい払わなくちゃいけない
夜中ですね。ポカーンってなってる時に、一から頑張ろう、やるぞってもうゼロからのスタートやるかって覚悟を決めました。で、明日から何しようかな。まず新しいチャンネル開設とかどうしようかなとかいろいろ考えてました。とはいえね、全部上の空ですね。はい。で、飲み食い何もできず、一睡もほぼできず、朝を迎えて、そのね、朝方にやっとチーム YouTube から X で返信が来たんですよね。で、そこから、直接 YouTube とやり取りすることができました。で、YouTube 側がハイジャック、ハッキングされた事実がバーって確認できましたって言ってくれたので、そこからいろんな手続きをして最終的には大元の Google のアカウントチームから再設定用のリンクをいただいてアカウントが復帰したっていう感じです。はい。たくさん多くのことを学びました。多くのことを学んだんですけど、ちょっとまずは学んだことで、一つ目、一度ハッキングされたり、例えばウイルスが入り込んだり、一度ね、自分のパスワードを通り抜けられてしまうと、いくらセキュリティを強化していたとしてもね、電話番号とか認証アプリとかいろいろやってたとしても全然意味ないです。全然意味ない。だから多分おそらくパソコンにウイルスが入っちゃってたんだろうなと思います。だがしかしですよ、セキュリティチェックはやってたんですけど異常なかったのよ。だからって感じですね。だからセキュリティスキャンで異常ないって出てても危ない時は危ないんですね。はい。あとはね、私自分が YouTube を始めた時にこんなにもありがたいことに見ていただけるとか大きくなると思ってなかったので、普通にその同じメアドをいろんな大事なサービスとかで使ってたんですよ。だからでもその1個メアドがハッキングされた時に他のサービスでも使ってるってなると、突破されないくっても怖いじゃないですか。だからメアドは分散した運用が大事だなと思いました。はい。でも本当に人生終わったかもしれないって思うくらいの出来事だったんですけど、たくさんの人に助けられて運が悪いようで運が良かったって思いました。だからもう私本当に単純なので、もう感情の起伏がもう上がったり下がったりがすごいんですけど、もう一瞬でザーンとなって、でもいろんな人の言葉とか助けとかによってクイーンってなることができました。あざす。で、今後についてなんですけれども、
ずは今回の件を機に心に決めたことは、セカンドチャンネルを作るぞということです。はい、はい、まだ作ってないんですけど、クリスマスまでとか年明けまでには解説して何かしら動画上げてスタートしていきたいなと思います。で、セカンドチャンネルは ASMR は切り離したいと思います。はい。ASMR チャンネルが2つあっても別にって感じだなって正直思ったので、セカンドチャンネルは全く違うテイストでやっていきたいと思います。なので、はい、楽しみにしていてください。で、ね、あと直近のことだと、12月25日に今年もクリスマスライブをします。この一件が終わるまではすごいいろんな企画をしてたんですよ。こういったプレゼントキャンペーンをしようとか、こういったものを展開しようとか、めちゃめちゃ企画してたんですけど、もう今それどころじゃなくなったので、プレゼント企画とかはなしでシンプルにライブ配信を、したいと思います。で、その年末年始はゆっくりゴロゴロダラダラ休みたいなと思って休めるようにすごいお正月に向けて取りためてたんですよ。だから今年これから出るイノーディブルミスパリングの動画とか、あと2024年を振り返るという動画がですね、ハッキング事件の前、本当に前日とかに撮ってる動画なんですよ。だからその中でライブ配信のことを告知しているときに、次のイノーディブルミスパリングの動画で告知しているときに、ライブ配信ではプレゼント企画とかを考えてますみたいなことを言ってると思うんですけど、あれは間違いです。最新情報はそのコメント欄とか概要欄、あるいは SNS で随時出していきたいと思います。すみません。で、あとその振り返り動画ね、2024年振り返り動画に関しても、これもちょうどハッキング事件の前日に撮ったので、まだ次の日こんな絶望を味わうことを知らないルナシがのんきに喋っている動画なので、2024年の振り返りとしてその事件が出てこないです。はい。なんで今後についてまとめると、大きく分けて3点ですね。1個が12月25日にライブ配信しますが、ちょっといろいろと考えていた企画は一旦中止で、シンプルにライブ配信をしていけたらなと思います。はい、ちょっと準備が追いつかなさそうというのと、気持ち的にそれどころじゃないっていうのがあります。で、2つ目今年の年末に出るイノーディブルミスパリングとか2024年振り返り動画とかがハッキングされる日より前に撮ってあったものなので、ライブ配信について語っていることがちょっと違ったりとか、あとは振り返りにハッキング事件が出てこないので、そこはちょっとこれから地獄に落ちる人の表情なんだなみたいな感じで楽しんでいただければと思います。また新年から切り替えてやっていきたいと思います。で3つ目、セカンドチャンネルを開設しようと思います。まだ、開設はしていないので、自分の目標としてはライブ配信までに解説できればいいなって思っています。でその時はぜひ、チャンネル登録
リスクヘッジみたいなのを考えていきたいものですね。もうたくさんご心配ご迷惑をおかけした方々申し訳ございませんでした。まあなんか私これまでの人生ざっくり振り返ると、こういうなんかトラブル起きるっちゃ起きるので、これからなんかもうちょっと成長してすぐに振り回されないとか、一人でもちょっとは落ち着いて考えられるようになるとか、そんなちゃんとした大人になれるように頑張っていきたいと思いますということで、これからのことはまた随時、X や Instagram で告知していきますので楽しみにしていてください。そして12月25日もよろしくお願いします。ということで、ちょっと緊急動画ということで、なんか正直全体的にグダグダだったとは思うんですけれども、お許しください。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。なんかね、そのハッキングされて全部もう警察しかダメだって言われた後に30分後くらいに号泣しましたね。久々に号泣しましたよね。でも今は涙が枯れきってます。シンプルに鼻詰まり。じゃあね。僕は賢くて可愛いずんだ餅の妖精ずんだもんなのな。僕は今ベラルーシにいる。ベラルーシからルナシのアカウントを乗っ取ったのな。優秀な僕にとってはアカウントを奪うことなど朝飯前なのな。はあ、どれどれ、動画のストックがあるようだ。年末はこれらを投稿しておこう。ふふ、年明けが楽しみだ。ルナシを乗っ取られたのはアカウントだけど油断してはいけないのだ。優秀な僕を舐めてもらっちゃ困るのだ。